私たちゲームで世界をつなぐため冒険を続けるロールプレイングアイドル、ラストクエスチョンです。そして私が勇者のミスこと桃井みすずです。窓足の月見麦です。盗賊の美坂しのぐです。よろしくお願いします。お願いします。私たち今も自己紹介の時にお伝えさせてもらったんですけど、ゲームがコンセプトということで、基本的にはそのメロディーラインにゲームっぽ、それこそ8ビットとか例えばぽさを感じるような楽曲を増やしていきたいとか、ちょっと一時ねゲームがコンセプトになる前からの楽曲もあるのでそうじゃないやつもあるんですけど、基本的にはそういったもの、歌詞の中にゲームっぽい単語が含まれてるとか、そういったものをメインに基本的には楽曲を制作してます。ただもともと私たちが最初からゲームをコンセプトで活動し始めたわけじゃないので、だから音楽性とかも結構バラバラで、それこそチップチューン使ってる曲もあれば、さっき言ったみたいに曲が別で歌詞だけ結構ゲーム性があるとかもあるので、そういうのも含めてもともとが基準としては我々が役職がついてて、で、お客様パーティーなんですけど、放映してくださるお客様が私たちの成長を見守っていくという形でやっているので、そういうのも含めてそうですね、曲だけではなく、もういろんな場面で我々もみんなも成長していけるっていうのは大きなコンセプトにはなるのかな。そうですね、冒険するみたいな。そう、もともとはアイドルの成長していく姿と RPG の要はどんどん強くなっていく、成長していく姿を掛け合わせたら面白いものができるんじゃないかとか、そういったものを兼ね合わせてどんどんやっていくっていうのがもともとのコンセプトでやっているので、そういう、ステージングもそうですし、歌とか表情も含めて全てにおいて少しずつレベルが上がっていく私たちを見せていくっていうのが結構大きなテーマになってるのかなって思います。そうですね、連絡は取るよ。連絡はでも仕事の連絡やっぱ多いけど、桃井がさ変な LINE しょっちゅう2人に送らこの名前面白くないみたいな、突然何みたいなすごいどうでもいいことでも発見すると誰かに知らせたくなっちゃってでそれが大体2人来るよね最近ちょっと賃貸情報見るのハマってて、無駄にお家とか全然引っ越す予定もないのにすごい家を見てて、その中ですごい面白い名前のお家とか、なんでこんな写真を使ってる賃貸があるんだろうとか見つけると、麦に見てこの名前可愛くないとかグミコにこのマトリス面白くないとか言ってそうただ友達に送るとちょっとっていう感じのものをどしどし送ってくるっていうっていううざい連絡は多分一番私が個人的にメンバーにしてます。そういうの届くと2人はどういう感じでやめてください忙しくなければこれいいじゃんとか、全然普通に話し相手にはなるんですけど、やっぱ忙しい時期に来る。あと寝るのが早いんですよ私。そうだね、深夜とかに来られても、いや今寝るんだけどなみたいな、もう布団なんだよなって思いながら、そうだねみたいな。麦はだから朝帰ってきたらいいなぐらいの送るだけ、送ったらもう満足なんですよ。そうだから朝返事しても返事来ないから、寝てるから。そうすると僕に来るんだよね夜起きてるから時間で分けてます。朝専用、夜専用みたいな。でも外とかはね、どうだろう、3人で行こうって言って行くっていうのはあんまないんですけど、例えば謎解きが桃井が好きなので、誘われて一緒に行ったりとか、あとはゲーム系とか何かイベントがある時とかは、ゲームショーとかね、そうは一緒に行こうみたいな感じでまとまったりはしますね。気軽にちょっと明日飯行こうぜとかはあんまり3人ではなくって、どっちかっていうとちょっと事前に計画を立てて動くことが多い。先日ディズニーランドに一緒に行ったりとかもしてて、そういうのはやっぱ事前に前々からね話をどうした仲良しじゃんって悪いかめっちゃ仲良しなんでフラッとね出かけるっていうよりは結構約束して一緒に出かけたりとか、そういうよくわかんない連絡を投げつけたりとかする関係ではあります。そうだねどう？私はもうゲームのサウンドトラックとかEDM とか
トラックメーカーの森森敦さんって人と削除さんって人がめちゃくちゃ好きで、そういうなんかゲーム、私音ゲーも好きで、音ゲーに入ってる曲をひたすらに聴いてます。だからあんま人の声が入った曲は聴かないあんまり聴かなくて、なんかそういうなんかなんていうんだろう、ゲームで使われるようなバックサウンドとか、そういう音楽ばっかり聴いてます。僕は結構アニメとか好きなので、まあアニメソング、それからあとは、ロックとかも好きなので、まあラルク・アンシエルさんとか、まああとはどうだろう、歌謡曲とかも好きなので、まあ、結構美空ひばりさんとか昔の方とか割と幅広く聴いてますね。本来もでも結構バラバラではあると思う。西野カナちゃん。西野カナさん。西野カナだよ。じゃあ西野カナさんは高校時代に流行っていたっていう今もう震えてるわけではない。いやなんかそうですね、まあ、よく聞いてるのは結構やっぱアイドルさんが多いかなと思ってて、ももいろクローバー Z さんとかも聞いてますし、で最近はその自分たちがゲームコンセプトにしてるっていうところもあって、トリエナさんってチップチューンの方を聞いたりもしてますし、まあ、それこそ好きなゲームのサントラもやっぱりマザー2とかファイナルファンタジーのサントラとかを聞いたりもしてますね。でも私も結構幅広くいろいろ聞いてるかも、あとは流行の歌とかもね、結構そのなんかミュージックオン TV みたいなずっと音楽やってる番組あるじゃないですか。あれをなんか暇な時結構垂れ流しで見てて、あ今こういうの流行ってるんだとかで、そっから取り入れたりとかしてるので、なんかそういう流行りの音楽をなんかたまに聞いたりとかって感じですかね。私は私が高校時代でまさにその AKB48 さんがすごいもう一番爆発的に多分売れてた時期なんですけど、その頃からだからちょっとアイドルって興味はあって、でも志すほどでもなかったんですけど、ふんわり芸能界に興味があって、その中でテレビで桃色クローバー Z さんを再び話題に桃黒さんを怪盗少女がちょうど歌ってた時期になってて、それを見た時になんかこの子たちすごいなって、なんかすごい心を動かされるものがあって、速攻ファンクラブに入ってチケットを取るっていうことをして、なんか日産スタジアムとか国立競技場のライブに参加した時に、なんかもう一面サイリウムの光がすごくって、すごっって思って、でライブが始まってめっちゃ盛り上がってて、なんかそれを見た時になんか自分があっち側でこの熱を作る人間になりたいって思って、なんかその芸能界をふんわり目指してたけど、なんか初めてあっち側のアイドルっていう職業であそこに立ちたいっていう目標を持ったのがきっかけです。僕は昔ウィンズさんっていう、男性のアーティストなんですけど、ダンスボーカルグループさんがいて、で、すごいそのダンスボーカルっていうのにすごいハマってしまってで、自分でもともとそのちょっとダンスとかボーカルとかの学校に行って習ったりとかしてたんですけど、路上ライブみたいなのを通してやりつつ、それからだんだんそのアイドルっていうと、モーニング娘。さんとか、それから AKB さんとか出てきた中で、なんかこうやっぱりこうやる方の仕事を目指す上で、なんかもともとソロを考えてたんですけど、ちょっとソロは違うなっていうやっぱりみんなで何かをやるぞっていうのがすごいいいなと思って、でちょうどその時にアニメで「アイドルマスター」っていうのがあって、でそれを見た時にすごいその全員が一丸となってこう何かやり遂げるみたいな風な感じがすごい感動してしまって、こういうアイドルになりたい。私はずっと幼稚園の頃からとりあえず絵を描くのが好きだったんですね。でそこからデザインとかに興味があって、最初はそういうのがやりたいなって思ってて、高校の頃に地下アイドルにハマって、こういう子たちもいるんだっていう新しい世界を見つけて、その中でセルフプロデュースの子たちがいて、グッズのデザインとか全部自分たちがやってるって言ってて、自分でやりながらプレイヤーとしてもいけるんだって思って、もしそういうグループあったら入りたいなみたいな感じで探してたらラスクがあって入ってみたいな根本はグッズのデザインとかイラストがやりたいっていうのがあって、
もともとダンスは習ってたので、それを実践できる機会とかがあったら楽しいなって思ってアイドルになりました実際どうですか？実践はできてますか？あ、できてる。できてる大体はい麦氏にデザイン関係今の衣装とかもそうなんですけど、大体歴代の衣装は全部麦が基本デザインを考えたりとか、あとイベント関係のフライヤーのデザインとかああいうのとかもグッズのデザインとかも含めてほとんど、外注してるやつも中にはあるんですけど、結構8割方9割方ぐらいデザインしてもらってるんで実現できてると思います歌がうまい、パフォーマンスが上手人々が見てる人が笑顔になるっていう、これがとりあえずあれば私はアイドルだなって思ってて、人それぞれじゃなくこの子顔が可愛いとかって好みそれぞれだから、とりあえずその見てる人がなんかもう幸せになったり元気になったりしてればもうその人はアイドルだなって思う私は。なるほどね。なるほど。なんか私の中では今麦がやったことを大前提にプラスで言うと、なんかある意味手が届かない存在だと思ってたんですよ、自分の中では。偶像やっぱりやっぱ自分がアイドルを目指した時期って、それこそももクロさんとかってもう日産とかでやられてるぐらいだからなんかもうそんな気軽にチェキとかやってるわけじゃない、チェキとかやってられないから、なんかやっぱどうしてもいわゆるなんか好きプラス憧れみたいな対象だったのかなって思うんですよね。だからそういう意味でもやっぱりなんかそういうなんていうんだろう、親しみやすさとなんかこうなんていうんだろうな、近すぎるはちょっと違うじゃないけど、だから適度に距離を保ちつつ、仲は良く、そして可愛く歌が上手くて幸せな気持ちにできる憧れの対象が私の中のアイドルみたいなやっぱりその地下アイドルとか特にそうなんですけど、もうこう気軽に行って会ってステージを見て、で物販行って話してっていうのが、一つの醍醐味というか、そういう場になってたと思うので、それがちょっとコロナウイルスでどうしても接触がなかなかできないとか、あとはやっぱり演者さんでもお客さんもそうですけど、そういう場に行けないっていう方も出てくるので、そうした時にどういうふうにその面白さとか、あとはこの我々の歌とかも含めて伝えていくかっていうのでちょっと悩んではいるので、多分他のアイドルさんもねそういうのも含めて今この直接会えない時間とかも含めてじゃあ何をしていけばいいのかっていうのが一番厳しいなと思っているかなっていうポイントですね。難しいよね、アイドル界隈ね。前例がないからどうしたらいいかわからないことだらけだよ。でもなんか逆にちょっとなんかすごい変な話なんですけど、この状況でなんかこれまでの日本の地下アイドルってもうなんかもう極限まで飽和状態だったなって気持ちはちょっとあって、やっぱもう誰でもアイドルになれる時代だから、やっぱアイドルですって言ったらもうアイドルみたいなところあるじゃないですか正直。なんか昔は結構オーディションをくぐり抜けて選ばれた人がアイドルになれるみたいな、そこでも売れるかわからないみたいな感じの世界だったのが随分ハードルが下がったなと思っていて、なんかそれの上でなんかこのすごいあれなんですけど、コロナで結構ふるいにかけられた気がするんですよねすごいあれな言い方なんですけどその中でもやっぱ生き残れる生き残れないっていう、戦略とかもだし、やっぱ会社に所属してればどうしても資産というか利益は出さないといけないから、利益な部分でどうしても続けられないとかもやっぱあったと思うんですけど、なんか逆になんかそういう意味では今それでも活動ができてるグループって結構チャンスなのかなって気持ちはちょっとあって、っていうのもその飽和状態になりつつあったアイドル界隈で結構なんかもうアイドルっていう概念が壊れかけてる部分もちょっとあったんじゃないかなっていう気はしてて、なんか多いからこそ他と違うことをやって目立とうが多くて、なんかどんどんその方向性が結構はちゃめちゃな方向で結構ギリギリラインを超えてるような内容のものとかも結構あって、なんかでもそれってなんかどうなんだろうなって結構モヤモヤしてた部分はちょっとあったから、なんかこれを機にって言っちゃ変な話なんですけど、なんかそのアイドルの軸みたいなところをもう一度なんか作り直すみたいな意味では今ってなんか結構逆境だけどいいチャンスなんじゃないかなっていう気もちょっとしてるので、なんか自分たちがさっき話した目指す、一緒に成長していくっていう軸を私たちはぶらさない
つつ、まあ、そうさっき言ったこのコロナっていう状況を乗り越えていく、まあ、新しいことをどんどん考えてやっていけたら私たちはいいのかな。あんまり外国の知識いろいろ行きたいです。あでもそうだねなんか個人的にはあんまりその食に興味がないから、そのこれが美味しいからこの国に行ってみたいとかあんまそういうのなくってどっちかっていうとまあ遠征はしてみたいんですけど、なんか景色とかその世界遺産的な建物とかが見に行きたいみたいな方が結構強くて、それはわかる。そうだから本当はそのギリシャのパルテノン神殿とかめっちゃ見たいって思ってたし、今で言うとイギリスのビッグベンあるじゃないですか、はいはいはい、あれ生で一回見てみたくて、はいはいはい、なんか結構オーソドックスというかなるほどあれだった感じだなるほどけどでなんかそういう意味ではなんかまあイギリスとか行ってみたい気持ちもありつつ、でもイタリアとかだったらご飯美味しそうって思うんであー美味しそう。イタリア行きたい。わかる。パスタとかピザとか美味し食べそう。たいあでもなんか僕はうん普通にいっぱい行きたいとこはあるんですけど、最近ちょっと外国のファンの方が増えてきて、うんうんうんでまあ嬉しいね。じゃあ僕はアメリカだよとか僕はイギリスだよとかって結構教えてくれるんですよ。でそうするとなんかすごいいろんな各地にファンの方がいるっていうのがすごいだんだん心強くなってきて、なのですごいそのファンの方がいる場所に直接行ってライブしてうん会って感謝を伝えたいっていうのはちょっとありますね。それはある。結構ね、そうありがたいことに、ね、実際にあってね。そうだからもっとたくさん増えればもっとたくさんの国に来たい世界一周とかやっちゃうんじゃない？やばいな。同じグループとか仕事仲間としてやってなかったら私は絶対仲良くなるタイプの2人じゃなくて女の子としてよく言われる。そう絶対仲良くならないなと思うんですけど、うんだから実際にも同じ仕事をしたりとか同じ時間を過ごしたりしていく上で結構尊敬できる部分とかもあって、なんかいいなーってなんか尊敬もあって、あと気を使わなくて喋れる最高の仲間みたいな、そういう感じです私は今。初めて知りました。尊敬言わないもんだって嫌だよ。そうね。でもなんかよく言うのはやっぱ同じ学校の同じクラスにいたら絶対に一緒にはなら同ないじグループでならない。ならない絶対仲良くならない。仲良くはしてよ。なんか家族みたいって言ったら、まあ、大げさかもしれないですけど、結局家族って何か嫌なことがあっても別にこうふっと許せることがあるというか、まあなんか寝たらもう次の日そうそうそう朝おはようって言い合えるみたいなね。であとは何かこう言いたいことは言うし、何かあってもお互い笑えるしみたいな、なんかこうそういう気楽な感じではあるので、まあ、だからすごい家族未満だけど、なんて言うんだろう、こういうの友情、友達以上家族の難しいな。感じですね。ね、友達ではないもんね。そうだね。なんか友達ってなんか慣れ合いじゃないけど、なんかそういうのは特にない気がしますね。で私の中ではやっぱ私は一応このグループ初めからやっていて、まあ、なんか結構お別れとかも体験してきてる中で、ちょっとなんかこの2人が分かる人にはすごい伝わると思うんですけど、マザー2の仲間みたいなんですよね。マザー2の仲間ってなんか遠くから飛んでくるんですよ。各地からね。そう、1人は機械に乗って飛んでくるし、1人はなんかテレポートで飛んでくるんですけど、なんかそういうイメージで自分がやっぱラストクエスチョンずっと続けてきたけど、結構こうまあなんかなかなかねメンバーも固まらなくて、なんか続けていくのしんどいなって気持ちの時になんか駆けつけてくれた2人っていうイメージがすごいあって、だからそういう意味でもやっぱり大事にしたいなって思うし、あとは2人もやっぱ言ったように家族みたいに安心していられるし、どうでもいい LINE も投げれるしでもお互い本当にバラバラの個性だから、まあ、逆に言うと本当にいろんなできるできないを補ってやってきてるっていうのはあるので、そういう意味では本当にこう3人がガッとね、ガッと合体していい感じにハマってるよねいい感じにカチカチでおなったかなと。互いのデコボコを埋め合うって感じ。すごいね、なんかね見事にハマるよね、カチャンカチャンカチャンみすごいよねたいな。じゃあこれはこの子、これはこの子みたいなすごいよのがすこれはごくスムーズにできるので、そういう意味でもなんか仕事面においてもいいバランスが取れてるのかなっていう3人です。ハロー違う？いいんじゃない？は
はい、このインタビュー動画見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、私たちですね、まだ海外に遠征をしたことがないんですけれども、最近はいろんな配信ライブとかを見てくださってる方とかが海外の方にも結構いらっしゃっているみたいで、本当にありがとうございます。この動画インタビューをきっかけに、もし私たちのことを知ってくださる方がいたら、またね、海外に向けての配信もどんどんしていけたらなと思っております。もしよければぜひラストクエスチョンこれからもちょっと動画見てもらったりとか応援してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。